アップルがですね、一番最初に外部のプロダクトデザイナーと組んでデザインした製品なんですね。よく見ると、リンゴのマークが逆になっていますね。こちらが iBook というクラムシェル型のノートブックです。裏側も見られるかもしれないから、裏側も綺麗なデザインにしておこうと。次のポケベルになりますと、ここに番号を通知できるようになりました。2003年の au インフォバーです。爆発的にヒットしました。ワンセグという携帯電話の中でテレビが見られる。形状も2つ折り、スライド型。こちらが初代ウォークマン。こちらが2代目のウォークマン。防水、プールサイドや海でも聴ける。決定的なモデルが出たのがこの iPod mini です。ベータムービーというのがなければ僕自身が動画の仕事もしてなかったし、今この博物館を作ることもなかったと。中に 16mm フィルムが入ってまして、押すとこんにちは。絶滅メディア博物館の館長河合です。よろしくお願いします。こちらは絶滅メディア博物館といいまして、今では使われなくなった古いメディアとガジェットを展示している施設博物館になります。2023年に開館しまして、今4年目になっています。私たちはいろんな記録メディアに自分の写真や文章を残していると思うんですけれども、僕らの世代も VHS とかベータとか 8mm ビデオとかいろんなものを残しました。ところがこういった残した記憶物がもう再生機器がないともう一回見られない。意外と記録メディアの歴史は短いなということが分かって調べ始めたら面白い。じゃあこれをどんどん移り変わっていくメディアの博物館を作ろうということで絶滅メディア博物館を作りました。じゃあご案内いたします。どうぞ。こちらが当館のメイン展示ホールになります。棚に様々な機械が収まってますけれども、一つの棚に5台とか10台とか、たくさんのものがあります。全部で3000点の展示品がありまして、全ての展示品をお客様は触っていただくことができます。このように昔のカメラの重さはどうだったんだろうというような形で触っていただくことができる博物館です。このメイン展示ホールの中でも人気のコーナーがこのマッキントッシュの歴史になります。マッキントッシュの歴史といえばスティーブ・ジョブズという創業者に人気があります。ここはスティーブ・ジョブズにまつわる Mac のモデルを展示しています。スティーブ・ジョブズは一度アップルを追われているんですけれども、その時に最後に手掛けてたであろうと言われているマッキントッシュプラス。これは初代のマッキントッシュの成熟系ですね。いわゆるアイコニックな Mac といえばという形になっています。じゃあジョブズはアップルを追われた後に何をしてたかというと、NEXT Cube というワークステーションの会社を立ち上げました。ここでこのワークステーションを作り、かつスター・ウォーズを作っていたジョージ・ルーカスの ILM からピクサーという会社を買い取ります。そしてトイ・ストーリーというフル CG の映画を作るというのがこの時代のジョブズの功績なんですね。で、そうこうしているうちに実はジョブズがいなくなったアップルは傾きまして、どうにかしなければいけないということでスティーブ・ジョブズを呼び戻すという歴史的に非常に珍しい、一度追い出したのにまた来てくれということで新しい Mac を開発することになりました。その時に OS をどうするか。昔のマッキントッシュの OS がもう古くなって増築に増築を重ねたのでうまく動かなくなってきた。じゃあ新しい OS はどうするかということで、なんと Apple を辞めた時に作っていた NEXT の OS を Apple の新しい OS に採用することが決まったわけです。で、ジョブズはここから手腕を見せます。最初にこの iMac というこのスケルトンのですね、インターネットができるという非常に可愛らしいパソコンを出して大ヒット。で、その後 Apple はどんどん復活をしまして、パソコンだけじゃなくて iPod。それまではウォークマンとか MD とか一つのディスクに30曲40曲というものだったのは、この1万曲入りますというような形でハードディスクで iPod という音楽プレイヤーを作った。これが一世を風靡しまして、また Apple は普通のパソコンを使ってないユーザーにも有名になってきたわけですね。で、こちらが最初のフラットディスプレイを使った iMac G4。非常に人気でした。この後はね、iPhone を含めて Apple はどんどん快進撃を駆け上がりまして、今の Apple の地位を築いたという形になります。それではちょっとメイン展示ホールから歴史ウォールを経てコンピューターの歴史のコーナーに移動したいと思います。こちらが動画カメラの歴史なんかを展示してある歴史ウォール。そしてここは
通信の歴史や携帯電話の歴史になっています。で、この下にですね、タイプライターから始まるパソコンの歴史、あとモバイルパソコン、そういったものがありますけれども、先ほど話したマッキントッシュが登場した頃のパソコンというものは、いわゆる DOSV と言われているようなものが多くて、テキストで打つ、コマンドラインで打つ、つまりマウスを使うのではなくて、キーボードで文字を打ちながらコマンドを打っていくというものが多かったんですね。そこに登場したマッキントッシュというのは、いきなりマウスで自分で自由なポイントを入れて、フォルダを開いたりすることができる。これが非常に画期的だったというふうに言われています。こちらにありますのは最初期の Apple 製品です。3台並んでますけれども、左から古い順にあるのでご説明しましょう。Apple IIc というモデル、この一番左のモデルは、Apple がですね、一番最初に外部のプロダクトデザイナーと組んでデザインした製品なんですね。それまでの Apple 製品というのは、箱に入った部品を自分で組み立てるタイプ、もしくは自分たちの会社の中で型を起こして作ったボックスに入っているものでした。この Apple IIc からはですね、本当にプロダクトデザインのプロとなる人に頼んでデザインをしてもらった最初のモデルです。ですからよく見るとスリットの線が入ってますよね。この線がこの当時の Apple のスノーホワイトデザイン言語と言われるもので、その後の Apple のデザインの方向性を決定づけるデザイン言語と言われています。その横にある右の Apple のマッキントッシュ SE30 を見てみましょう。これは先ほど見たマッキントッシュプラスに似てますけども、この後継機になります。これにもですね、画面があってフロッピーディスクの挿入口がある一体型の Mac、そこに横線基調のラインが入っていますよね。このラインの中にフロッピーディスクの挿入口をうまく溶け込ませているというのが、このマッキントッシュ SE30 のデザインの特徴です。このモデルにはとてもファンが多くて、今もコレクターズアイテムとして非常に人気です。そして一番右にあるマッキントッシュポータブル。これはApple が初めて手掛けたポータブルタイプのマッキントッシュです。ポータブルといってもワープルのように非常に大きい筐体ですよね。同時代の例えば東芝ダイナブックみたいな日本製品はもっと小さかったんですけれども、当時の Apple は小型化の技術に関してはそれほど先進的ではなかったんです。ただその代わりに注目点があります。それはキーボードの横に丸いボールがついていますよね。これがトラックボールと呼ばれているものです。で、トラックボールというのはマウスの中に入っているボールをひっくり返して付けたようなデバイスなんですけれども、マッキントッシュのポータブルは初めて Apple がポータブル機を考えるにあたって、それまでのデスクトップについてたマウスではなくて、それをひっくり返してトラックボールとして採用するということをした最初のモデルなんです。よく見ると今キーボードの右側にトラックボールがついていますが、実はそれは左側にも付け替えることができるんですね。左利きの人は左にトラックボール、右利きの人は右にトラックボール。そういった左利き、右利きのユニバーサルデザインをこの時代から考えていたわけなんです。ここにありますマッキントッシュのポータブル機は黒いモデルと白いモデルを得ます。よく見るとリンゴのマークが逆になっていますね。これは今自分の方から液晶を開くとですね、リンゴが逆さまになるのはこの黒いモデル。そしてこの右の iBook というモデルからリンゴが逆さまになるわけですね。Mac を使っている人が見たときにリンゴマークが正対して見えるようになる。つまり、あれは Apple のパソコンなんだなということがわかるようになるデザインなんです。これまでノートブックというのは家の中で使ったり会社の中で使ったりするわけですけれども、ポータブル機が発達していくと外のカフェやいろいろな場所で使うようになります。例えばミュージシャンの人だったらコンサートの会場で DJ プレイをするときにマッキントッシュを使うということもありました。その時にこのリンゴマークが向こうに向く、そしてさらに液晶の光を使ってこのリンゴマークが白く光るようにデザインしたんですね。これによって暗いステージの中でリンゴマークが浮かび上がり、やっぱり音楽をやる、DJ をやるんだったらマッキントッシュだなというようなブランドの PR にも成功したわけです。こちらは今のスマートフォンにつながるガラケー、携帯電話の歴史になっています。ポケベルというのを覚えている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ポケベルというのは最初はお医者さんや警察関係者、消防関係者みたいな人たちが持つ音が鳴るだけの端末でした。ある番号にかけるとそのベルが鳴る。
ベルが鳴った人はそのベルを鳴らしたのは誰かということが分かっているので、会社、警察署、病院に電話をかけ直すという原始的なものです。つまりブルブルブルって鳴らすだけ。これが次のポケベルになりますと、ここに番号を通知できるようになりました。持っている側はこれで通話をすることはできません。これで喋ることはできませんが、鳴ると電話番号が出ます。じゃあこの電話番号にかけ直せばいい。そしてポケベルも発達していくと、この電話番号だけではなくて数字をあいうえおに変換することができるようになってきて、文字が送れるようになってきた。そうすると文字の意味を理解できる。つまりちょっと昔の電報のような、すぐ戻ってこいとかですね、あとパーソナルな形で、大好きだよみたいな形で、パーソナルなメッセージを送れるようになった。だから通話はできないけど数字と文字が送れるということで発展したのがポケベルで、ある特定の世代の人にとってはポケベルというのはとても懐かしい青春の思い出だったんじゃないでしょうか。携帯電話の初期はこのような大きなレンガのような本、こういうものから始まりました。実際は自動車電話から発展していくわけですけれども、初期の携帯電話というのはレンタル性が多かったので、なかなか現存する機体が少ないです。こういったもので本当に電話をするだけのものでした。そして90年代、96年ぐらいからですね、2000年ぐらいまでにビジネスの中で、いろんな人が使う携帯電話が出ました。だからこの頃は形状があんまり変わりません。ストレート型、もしくはこのようにフリップ型、こういうものが多いですね。で、2000年前後から i モードのようにネットワーク通信でいろんなことができるようになりました。今のスマートフォンに近いですね。こういったスライド型、あと変わったものではジャックナイフのように広がる、横に回転する、こういったデザインの差別化、操作性の差別化で様々な携帯電話が生まれました。その中でも重要なポイントになるのが2003年の au インフォバーです。このインフォバーという機種は爆発的にヒットしました。当時は携帯電話を乗り換えるというのは電話番号やメールアドレスが全て変わってしまう時代でした。今のように同じ番号で他のキャリアにすることができません。au のインフォバーは大ヒットだったので、キャリアを変えてでも、メールアドレス、電話番号を変えてでも、この電話を持ちたいというぐらいヒットしたモデルなんですね。ですからこの2003年を境にですね、よりデザイナー志向、デザイナーがしっかりとデザインをしていく。今までのメーカーの技術者がデザインするんではなくて、スターのデザイナーをわざわざ引っ張ってきてデザインする。これはマーク・ニューソンがデザインしたタルビーというモデルだったりします。携帯電話はどんどん多様性を帯びてきます。例えば、ワンセグという携帯電話の中でテレビが見られる機能が生まれると、このように横にしてテレビを使用しやすくするというような機種も出てきました。で、このように携帯電話はいろんな形状で進化していくわけですけれども、その後2007年に出る iPhone、そしてスマートフォンによってどんどん市場を奪われ、ガラケーというものがついえていくということになるわけですね。当館の展示品は8割が寄贈品です。ですから皆さんが使わなくて持っていたけど、そろそろもう道具として使えないから捨ててしまいたいなとか、そういった人たちが当館の情報を知ってですね、私たちの思い出、ここまで取っといたんだけども必要ないのでよかったら展示してくださいという形で、いろんな人たちの思い出を受け取って展示しているという形になります。ちょうど2022年から僕たちはコレクションを始めたんですね。つまり博物館が開館する1年以上前から始めたんですけども、まだその頃はコロナの空気だったんです。だからコロナで家にまだいるみたいな状態が多かったんで、皆さん家の中で掃除をしたり古いものを整理してどんどん捨てると、家をすっきり片付けたいというトレンドがあったので、私たちは SNS でこれ捨てようかなみたいな投稿を見るたびに、よかったら当館にその古い携帯くださいと、もう側だけでいいんで、とにかく皆さんが触れる博物館を将来作りますから、それのために寄贈してくださいと。そしたらやっぱりですね、SNS でこういった噂がどんどん飛び火していくんですね。あそこ集めてるらしいよ。携帯電話を送ってみよう。電卓を送ってみよう。オーディオプレイヤーを送ってみようという形で、どんどん拡張してきまして、で、私が想像もしないようなものもどんどんこちらに寄贈されるようになったということになります。だから携帯電話の展示コーナーは非常に限られているんですけれども、1年あたりだいたい8台の携帯電話を展示しています。で、これは新しいものが来たら、よりカラフルなもの、もしくはいろんなメーカーのものがあった方がみんなが思い出しやすいので、なるべく多様なメーカーを入れるようにしています。ですから、常設展示というものなんですけれども、結構毎月のように変えてます。
それではオーディオの歴史の中で重要な役割を占めるウォークマンの歴史をご紹介したいと思います。ウォークマンは最初ですね、このようなカセットレコーダーがベースになっています。これは歴史的なモデルでして、アポロ8号の宇宙飛行士が公開日誌を録音するためのツールとして採用された伝説のカセットレコーダーです。つまりカセットレコーダーというのは自分の声を吹き込んでそれをスピーカーで聞くというのが主な役割でした。このカセットプレイヤーのベストセラーとしてプレスマンというのが1978年のモデルであります。これは今で言うとジャーナリストの人が取材をするときに大統領首相とかって録音して後で書き起こして記事にするというものでした。ですからスピーカーがついており録音ボタンがありマイクがある。ところがウォークマンというのはこのカセットレコーダーという録音をして聞き直すための機器だという概念を変えて全く違う切り口で登場したので話題になった製品です。ウォークマンはスピーカーがありません。じゃあどうやって聞くかというとヘッドホンでしか聞けない。ヘッドホンポートが2つありまして男女で聞いたり友達と一緒に聞くことができると。これがウォークマンの画期的なところでした。それまでのカセットレコーダーはモノラル録音のものしか聞けません。でもこれはステレオで聞くことができます。じゃあこの中に入れるテープはどうやって作るのかというと家のレコードプレイヤーからカセットに録音したものもしくはラジオの FM から音楽を取ったカセットテープを入れて外でこれは聞くため専用そのためのツールとして爆発的にヒットしたんですね。ですから当時外でヘッドホンをして音楽を聴くという文化がなかったんです。音楽は家のスピーカーで聴くもの。この時代もやっぱり大人は音楽を自分だけ外で聴いてるっていうのはちょっと挙動不審だったんだけど若い人たちはこれをじゃあローラースケートを履きながら音楽に乗ってみようとかですねそういう形で受け入れられて大ヒットになりました。でウォークマンの歴史はですねそれから小型化になってきます。こちらが初代ウォークマンこちらが2代目のウォークマンだいぶ小さくなりましたね。でもこの頃はやっぱりこういう乾電池を使っているのでどうしても厚みが必要だったりします。でソニーはですねこのカセットテープのケースですねカセットテープを入れるケースのサイズになるべくウォークマンを近づけたいと思っていました。そのためにこのようなですねガム型充電池という薄い電池を使ってバッテリーを小さくする。それによってこのカセットケースにほぼサイズが似通っていく。これによってまたどんどん普及が始まりまして大人気製品となったわけです。その後は例えば防水プールサイドや海でも聞ける水がかかっても大丈夫とかですねもともとなくしていた録音機能を復活させて録音もして録音した音楽も聴くことができるというようなものだったりこちらはウォークマンで初めてのワイヤレスウォークマンです。Bluetooth 以前の技術ですけれどもケーブルなしに音楽を聴くことができる最初のモデルとして人気が出ました。子供向けにこのような可愛らしいデザインのマイファーストソニーというシリーズも出して子供の時代からソニー商品に親しんでウォークマンにステップアップしてほしいというような形でいろんなマーケティングの工夫をしてソニーはウォークマンというのを世界に広げたわけです。新しいことをやるのはみんなソニーだなっていうぐらいのブランドだったんですね。でそれに対して他のメーカーがこうついていく。だからもうトレンドセッターであり、常に開拓する最初の開拓をしていくのはソニーっていうのが大きかったと思います。だから僕の父親の世代はもうソニー大好きすぎてソニーの新製品が出るたびにそれを買うんですよ。で実家に帰るとテレビがこんぐらいのソニーがこんなソニーになって今度こんなソニーになってだからずっとソニーなんだけどテレビがソニーのままどんどんでかくなったり薄くなったりしててどうだ一番新しいグラビアだぞみたいな。それは今のアップルファンがどう新しい iPhone みたいなのと同じでそれぐらいブランドの吸引力があった。だから面白いのは日本のメーカーも例えば車とかはアメリカの車をお手本に作ってで日本車がどんどん売れるようになった。カメラはドイツが手本なんですよ。ライカとかねそういうところを真似してってでも本家より優れたものを作るっていうのが日本のお家芸でオーディオとかに関してもそうなんですね。だから日本のソニーとかがこういう小型のものをどんどんやってもう世界を席巻した。ラジオといえばカセットといえばビデオといえば全部日本製だった。メイドインジャパンが良かった。こちらはカセットテープからメモリーレコーダーへ変化していく歴史の変遷を展示しています。
例えばですね、音楽メディアというのはこういうテープ、オープンリールの時代、8トラックの時代、カセットテープ、マイクロカセット、こういった物理的なテープの時代が長く続きましたが、98年ぐらいから MP3 という形で CD をパソコンで変換すると MP3 という形で音楽がデジタルデータになるということが始まりました。でも最初の MP3 プレイヤーっていうのはいろんなメーカーがいろんな形で出していましたけれども、この MP3 プレイヤーが、例えば初期の YouTube に近いです。YouTube といえば不法動画みたいな、なんか違法動画の倉庫みたいな。MP3 もなんかそういうムードだったんですけれども、iPod という Apple の商品が出た時にこのデザイン性の良さだったりかっこよさでなんか今まで怪しいと思ってた MP3 プレイヤーが一気にメジャーな存在になってみんなが注目するようになったんですね。で、これは初代 iPod、実はセカンドモデルなんですけれども、初代はここがくるくると回るクリックホイールというのでできていまして、つまり今まではテープ1本に1つのアルバムが入っているだけだったのが、今度は MP3 になるとここに1万曲とかって入るようになってしまうので、じゃあどうやって曲を検索するのか、自分の聴きたい曲をその大量の1万曲というリストからどうやって選ぶのかということをアップルが考えた結果、ここをくるくると回すとバーッと曲がスクロールする、曲のタイトルがスクロールするということで、そのユーザーインターフェースが非常に優れてたので、機能とともにそれを使える人たち、使いたいと思う人たちが増えたということなんです。ところがApple も初期の iPod を見ると面白いことに気づきます。ユーザーインターフェースが変化してます。例えば初代のモデルというのは丸いクリックホイールの外周にボタンがついてますね。これがサードモデルなんですけども、サードモデルでは物理的なボタンを全部排除して上にボタンを置きました。でもこれは1世代で終わってるんですね。やっぱり操作性が良くなかった。指をこう離して押さなきゃいけない。そして決定的なモデルが出たのがこの iPod mini です。iPod mini というのはとても小さいこのシリコンメモリーを使ったんですけども、くるくると回すボタンの上にボタンを入れてしまう。タッチホイールでもありボタンでもある。指を移動させずに位置だけで操作もできるし曲も選べる。以後の iPod すべてのインターフェースに共通するインターフェースとして採用されています。その後2007年にこの iPod の機能と電話の機能とインターネットブラウザーの機能3つを入れたものを発表しますよと。それが iPhone の初代だったんですね。ですからこの iPhone になった時に全てが画面で今までのさっきのクリックホイールがなくなるわけです。ここでユーザーインターフェースがまた第2世代に進化するわけですね。Apple も iPod の生産を中止して全てもう iPhone に集約されたという形になります。はい、絶滅メディア博物館の館長をしています私のキャリアというのは、1970年生まれなんですけれども、幼少時代から映画みたいなのが好きだったんですね。中学生、高校生の頃は映画ごっこしたり、父親が買ってきたビデオカメラ、父親が飽きたら自分が使わせてもらって、映画ごっこを撮るみたいなことが多かったんです。ですから僕の夢は映画監督になるみたいなことだったんですね。だから大阪芸術大学という映像学科を持っている大学に入りました。映画監督になるぞという気持ちで、その頃は8ミリフィルムで映画を撮ったりしてたんですね。8ミリフィルムっていうのはカットしてフィルムをセロテープでつなぐような作業だったんですけれども、で、大学を卒業した後はテレビコマーシャルの制作プロダクションに入りまして10年ほど仕事をしました。で、テレビコマーシャルの制作の仕事って映画にちょっと近いんですね。映画のフィルムの 35mm のカメラを使う現場だし、毎回いろんな人たちと仕事ができたんですごい楽しかったんですが、なかなかやっぱり映画監督になるという夢には近づけなかったんですね。そんなこともあって30代には会社を辞めまして、その頃にインターネットというのが出てきたんで、いや、この昔からある映画の世界では芽が出ないんだったら、今自分たちの世代の時に初めて始まる産業、インターネットみたいなものに自分はフォーカスしてもいいんじゃないかというふうに思いまして、インターネットの仕事をするようになりました。そうしたら面白いことにですね、2010年ぐらいにインターネットでテレビのような中継ができるニコニコ生放送とかユーストリームみたいなものが始まったんですよ。僕が好きだった映画とか映像の世界とインターネットの世界のちょうど交差点だった。なので僕はその仕事にすぐ飛びつきまして、インターネットのライブ配信の仕事をして、そして今やそのライブ配信も自分たちのスタジオを作って、スタジオにお客さんを呼んでインターネットの中継ができるようにした。それが実はこの博物館の前身なんですね。ですから今も博物館の奥にはスタジオがあるんですけれども、その控え室だった部分を
博物館にしたというのが2023年の絶滅メディア博物館の最初のエピソードなんです。僕はそういうキャリアだったので動画カメラが大好きです。だから動画カメラってもう日進月歩でテクノロジーが進化するんで、毎回5、6年に1回フォーマットが変わるんですよ。こういう変化がずっと自分の人生で起こってたっていうのが、ある時面白い時代に生きてるなっていうふうに感じたんです。丸ごと博物館にしたら面白いんじゃないかと。自分自身もこうやって並べてみると、自分が生きてる時に使ってたものなのに、もうなんか明治時代の機械みたいな、なんかそういう気分で見るんですね。それをみんなと一緒に思い出とともに振り返る博物館として、絶滅メディア博物館を作りました。てってれーん。これがですね、僕が最初に使ったビデオカメラです。これはベータムービーというベータマックスのテープを入れるビデオカセットなんですけども、当時のビデオカメラというのはこのようにカメラの部分と、見てください、この大きいレコーダーの部分、録画するビデオデッキの部分とカメラが分かれてて、ケーブルでつながないといけなかったんです。つまりものすごい重かった。でこれは初めてテープがカメラの中に入るというカメラだったんですね。でこれは僕は中学2年生の頃に家に来て、でこれで文化祭を撮ったりいろいろしたんですけれども、ちょっと大変だったのは、これ録画専用なんですよ。ここで再生ができないのね。撮ったやつは家に帰って家のビデオデッキに入れてやっと見れるんで、今日撮ったショットが成功なのかどうなのか分かんないし、なんかフォーカスが外れてたとか、それも含めていい思い出でした。ですからこのベータムービーというのがなければ、僕自身が動画の仕事もしてなかったし、今この博物館を作ることもなかったと思います。ちょっと奥の部屋にもいくつか展示品があるのでご案内したいと思います。ここは企画展示室といいまして、普段は撮影スタジオなんですけれども、今は博物館モードなのでいろいろな展示品があります。スタジオ事業が私のメインの仕事なんですけれども、スタジオの予約が入っていない時はここも博物館として開放してますし、スタジオ収録している時もあちらの博物館は普通に一般客の方に開放しています。でこちらに展示してあるものがですね、 Amazon ダッシュボタンというもので割と最近のものなんですね。これは Amazon が発売した Wi-Fi のボタンです。日用品を買うための Wi-Fi ボタン。Amazon のアカウントに紐づかれて到着するんですけれども、例えば洗剤のアタックが切れたという場合はポンと押すと翌朝洗剤のアタックが届く。つまりこれは洗濯機に貼り付けて使うとかですね。ウィルキンソンの炭酸は冷蔵庫のドアに貼り付けて、なくなったら押せば翌朝届くと。なんか一見すごい便利そうじゃないですか。ところがやっぱり人間というのはこの一つのブランドのものをずっと買い続けることはできなかったり、セールでスーパーで買いたいみたいなこともありましたので、結局ですね、発売がこれは2015年なんですけれども、4年後の2019年にはサービス自体が停止してしまって、今やこのボタンを押しても何も届かないということです。こうした企業にとっては黒歴史かもしれないけれども、こんな試みがあったということは、私たち後世の人間にとってはすごくヒントになることも多い。失敗をするということは挑戦をしたということなので、そういったものも当館では展示していきたいと思っています。こちらはですね、また Apple の製品なんですけれども、実は Apple の製品で欠かせない人物はスティーブ・ジョブズの他にジョナサン・アイブというデザイナーの人がいるんですね。この人は iPhone、そして MacBook、iPad、こういったもののチーフデザイナーでした。この人はジョブズがいない頃の Apple に入社して、製品のキャリアを積み始めるんですけれども、ジョナサン・アイブが初めてデザインしたのがこの2代目ニュートン PDA です。いわゆる電子手帳ですね。これ自体が通信できるわけではないんですけれども、ここでいろんなものを手書きで書いたりしてメモをする。それをパソコンとシンクロさせてデジタルデータとして、活用する。このニュートンを子どもたちに使う教育用市場の商品として作ったのがこの eMate です。ここにクラスと名前を書いて子どもたちが手で持ってって教室でこうやって開いて使う。で、ペンをかける。左利きの子はこっちにペンを置くし、右利きの子はこっちにペンをさせる。こういった細かいデザインがされています。先ほどのスケルトンの iMac が出る前の時代の製品ですから、Apple がこの半透明で回路を少し透けさせるということにトライし始めた。つまり iMac の歴史はこの
製品から始まっていると言えるわけです。先ほどの iMac はブラウン管を使っているデスクトップモデルでしたけれども、こちらが iBook というクラムシェル型のノートブックです。そして Apple は先ほども見たように取っ手をつけるのが好きなんですね。つまり取っ手をつけるということは A 地点から B 地点へ移動させようとか、家から会社へ持っていこうということを能動的に商品デザインとしてデザインしているわけです。じゃあ持っていくということは裏側も見られるかもしれないから、裏側も綺麗なデザインにしておこうと。こういったことを考えるのはやっぱり Apple 独特なんですね。こちらオーディオの歴史があるんですけれども、この DAT というデジタルオーディオテープというのがあります。カセットテープがアナログなんですけれども、デジタルオーディオテープは文字通りデジタルです。なのでとても音が良かったんですね。で、このプラットフォームが開発された時に音が良すぎて CD からここにコピーすると CD とほとんど同じ音質になってしまう。それでは CD が売れなくなるではないかということで CD の録音は物理的にはできなくなりました。でもその代わりマイクで録音したり、いろんな自然の音を取る、バンドの音を取る、オーケストラの音を取るといったところでは大活躍をしまして、いわゆるプロフェッショナルの音工さん、音の交換を取る人やミュージシャンの方に使われたんですね。ただ一般にはあんまり普及しなかった。そういったメディアになります。DAT がですね、映画の中で使われているという事例がありまして、実際に使われているというよりモチーフになったということで、こちらに展示してあります。これはDAT のですね、録音機能がない、ウォークマンと同じですね、聞くだけの、DAT のプレイヤーになるんですけれども、こちらを見ていただくと、エヴァンゲリオンというアニメシリーズの中でシンジ君がお父さんから受け継いだオーディオプレイヤーとしていつも大切そうに聞いているのがこの SDAT という、架空の商品なんですね。ですから、この商品を、実在する商品をモデルにして作ったのが SDAT という形になります。当館は家庭用の動画カメラのコレクションをメインコレクションとしているんですけれども、その家庭用の動画とプロの動画何が違うかというと、最初に例えばこの 16mm というフィルムを使うカメラというのは報道のカメラだったんですね。とっても重くて鉄のものでできているんですけれども、これなんかは大正時代のカメラ、大正から第二次大戦の頃まで使われたカメラなんですけれども、ゼンマイで巻きます。オルゴールのようにですね、こうやってグリッグリッと巻くと中に 16mm フィルムが入ってまして、押すと回る。これが第二次世界大戦中の戦場カメラマンが命がけで戦場のノルマンディー上陸作戦とかそういうものを撮って生きて帰ってきたものが NHK の歴史番組なんかに使われる、そういう時代のカメラでした。でもこれはプロが使うものだったので大きくてコストも高かったです。じゃあ個人が使う最初期のカメラは何かというと、こちらにありますW8という形式です。W8 というのはコダックが1932年に開発した、これは1号機になります。つまりほぼ100年前に近いものですね。この W8 が個人の最初のカメラ。個人が動画を撮るためにはこれしかなかった。でも音は撮れなかった時代なのでサイレント映画ですね。古い映像に音がついているというのは、実はあれテレビ局が後から爆撃の音とかいろんなものを足してるだけで、実際に同時録音できるっていうのは1970年代なんですね。ホーム V の世界もですね、このようにカメラが進化していきます。これは皆さんが持っている iPhone とかスマートフォンに近いですね。レンズが3つついています。これはレンズを回転させて広角望遠標準を切り替えるというようなカメラなんですね。ですから好きなアングルで撮れるようになった。で、この W8 という方式がリニューアルされるのが1965年なんですけれども、それまでフィルムがもう映画のフィルムみたいにペロペロペロっていう巻くものだったんですね。こういうカートリッジにフィルムを入れる。これはビデオではないんですよ。8mm フィルム、ネガフィルムが入ってるんですけれども、シングル8というのが生まれまして、有名なところでは霧島部活やめるってよで神木隆之介くんが映画部で撮ってたのはこういった 8mm フィルムカメラになります。ですからこれはビデオ以前ですね。ビデオがまだ発達する前にフィルムで動画を撮ってさっきと同じように上映して楽しむという時代のものです。W8 のこのカメラが実はケネディ暗殺を偶然撮影してしまったカメラと同機種なのね。だからケネディ関係のものをちょっとここに集めてあるっていうものなんです。あれも結局あの当時動画カメラなんか持ってる人ほとんどいなかったから、大統領のパレードを唯一動画で撮ってたのはあの1台しかない。あの1台に決定的な瞬間が映ってしまって非常に証拠として重要なものになった。
だからあの時このカメラを持ってた人っていうのは本当に偶然なんですよね。歴史的にはこれがあった方がいいなみたいなものがね、こう集まってきたものの中からここ足りないなっていうのをこう埋めてってる。だから実際普通の博物館はキュレーターっていうのが意図的にものを選んで作るのよね、その人の世界を。うちの場合は寄贈でみんなが寄せてくれたものを並べてみた結果、ここがないといけないなとかっていうのをこう補充していく。流木のようにみんなが寄贈してくれたものを並べた時に見えてくるものに対して、じゃあこれがあった方がいいかな、じゃあ編集機もあった方がいいかな、フィルムもあった方がいいかなとか、説明しやすいものをこう、だからトイ・ストーリー、この時やっぱりピクサーを買ったということはジョブスにとっても世界にとってもすごく重要なターニングポイントだから、ピクサーというのはトイ・ストーリー一作目絶対いるだろうと、しかもそれを VHS でこう展示しとくのはいいことだみたいなね。私たちは寄贈されるじゃないですか。そうするとうちの博物館の特徴として、全ての展示品に西暦と和暦でそれが発売された年を書いてあるんですね。でこれがすごく重要で、その時代に何があって何がないかってことがわからないと、その製品がどう画期的だったのか、もしくはもう成熟してたのかっていうのはわからない。だから寄贈されるたびにその型番でいろいろ調べていくわけです。調べていくと、先ほどのように偶然このカメラを調べていったら、いろんな世界中のページを見ていくとウィキペディアにたどり着くわけです。ケネディ暗殺っていうところに、どういうことって思うじゃないですか。いや、ケネディ暗殺の時のあの証拠フィルムはこのカメラが撮ったということが分かる。僕は鳥肌ですよね。あの歴史と今僕が持ってるカメラはシンクロしてると。でそういうことはすごく多いので、そういうネガティブな事件だけじゃなくて、アップル製品なんかでもそうですね。例えばじゃあこれはどうやってデザインされたのか。この商品を発売される前に実はジョブスはアップルに復帰してるんだけど、新製品はまだ一個もないわけですよ。だからジョブスが復帰したというニュースだけでもう本当に倒産しそうなアップルだった。でジョブスはこれを開発する時間を稼ぐために何をやったかというと、広告キャンペーンでガンジーとかピカソとかモハメッド・アリとかのフィルムを使って Think Different、 考え方を変えよう、世界を変えたのはいつも常識にとらわれない人たちだったっていう CM を打ったわけ。ブランド CM、 商品が出てこない。でもみんながそれを見た瞬間に、ジョブズが復帰したからきっと世界を変えてくれるんだろうって期待したわけで、ジョブズがすごいのはその期待を裏切らない商品を作ってヒットさせたっていうとこなんだよね。だからこれが失敗してたら、あんな釜かけてあんな CM でさってなっちゃうんだけど、これが出てきた時にみんなびっくりしたわけ。それまでのパソコンっていうのはここにこう周辺機器がいっぱいあって、ハードディスクだ、モデムだ、いろんなものがあって、ケーブルが後ろ全部つながってて、いろんなものを買わないとインターネットとか通信ができなかったものが、これは電話線をここにカチャッと入れるとピーヒャララっつってもうダイヤルアップでインターネットにつながった。もうこれ1個箱から出せば今日からインターネットができますっていう。インターネットができるパソコンがいっぱいあったんだけど、そこに至るのがすごくめんどくさい準備と知識が必要だったところに、今日からもう箱から出したらすぐ使えます。それを理解させる今までと違う形状と色、そしてこの iMac は当時すごいブームになって、この色がいろんなとこに伝播して、電源タップから文房具までこんな色になったの。それはスケルトンブームって言って、そういう半分透けてるトランスルーセントって英語では言うんですけど、スケルトンの文房具とかいろんなものが出た。その iMac の i っていうのは今の iPhone の i でもあるんだけれども、 iMac っていうことを当時初めて言った時に、じゃあ iMac っていうのは何を意味してたかというと、インターネットっていう言葉だったり、インディビジュアルだったり、インスパイアっていう意味を込めて小文字の i を使う。でこれも大ヒットしたんで、i モードはこの後に出てきてるんだけど、小文字の i っていうのはメーカーを超えて一種のトレンドになったわけですね。絶滅メディア博物館はここ100年のテクノロジーを一望できる博物館です。見るだけではなくて触ることができますので、ぜひその時代の重さ、材質、スイッチの位置、使い方、そういったものを想像しながら見てください。インターネット上にはいろんな情報があるので、見たことがあるものは多いと思いますが、触ったことがあるというのはなかなかないわけですね。だから僕たちは最後にそのものを触るということをやっぱりリアルな場所で体験してほしい、そういう思いで作りました。またこの博物館に展示されているものはほとんどが寄贈品です。皆さんが20年、30年、50年捨てられなかった、もしくは捨てなかったものなんですね。だから本当に美しい状態の、信じられないぐらい美しい状態の
の50年前、100年前の製品がいっぱいあります。それは捨てなかった、愛着があるから捨てられなかった人たちの思いでもあるので、その思いを皆さんもぜひ感じ取っていただきたいと思います。今後はこの博物館の収蔵品を通じてワークショップをしたり、当時を知る開発者の人が説明をしてくれたり、そういったイベントもどんどん開催していきたいと思います。また、お子様の入場も増えてきてますので、なるべく触って楽しめるような展示を増やしていきたいと思います。では今日は一日ありがとうございました。